私たちの多くは幸せになりたいと思って毎日を懸命に生きています。しかし実は私たちが幸せへの道だと信じて疑わないものこそが本当の幸せを遠ざけ、人生最大の後悔を生み出しているのです。あなたが人生をかけて追いかけているものが実は最大の不幸の種だとしたら、仏教ではこの幸せだと思い込んでいる錯覚こそが人生の後悔を生み出す最大の原因だと教えています。今日は多くの方が気づかないまま人生を終え後悔してしまう大切な真実についてお話しします。この後あなたの人生観を変えるかもしれない大切なポイントをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。今日お伝えしたいのは承認と所有の罠についてです。私たち人間はなぜ生きているのでしょうか。何を求めて日々を懸命に過ごしているのでしょうか。考えてみると、多くの人が認められたいという承認欲求と持ちたいという所有欲求に動かされていることに気づきます。実は仏教ではこの2つの欲求を合わせて名利と呼びます。名は名誉や評判、利は利益や財産を意味します。この名利という概念が私たちの人生にどのような影響を与えているのか、そして本当の幸せへの道とは何かについてお話ししていきましょう。私たちが追い求める2つの欲。私たちの多くは2つの大きな欲求に動かされています。あの人に褒められたい、SNS でいいねが欲しい、肩書きが欲しいという思いは承認欲求です。一方、もっとお金を稼ぎたい、あの家が欲しい、貯金を増やしたいという思いは所有欲求です。ふと立ち止まってあなた自身の行動を振り返ってみてください。日々の選択の多くが誰かに認められたい、あるいは何かを得たいという思いから生まれていることに気づかれるかもしれません。名利が生み出す比較という苦しみ。名利を追い求めることで私たちは常に他者と自分を比較するようになります。あの人より評価されているだろうか、あの人よりも多く持っているだろうかという思いが心の片隅に常に存在します。ある方がこんな言葉を残しています。人は幸せを感じるのではなく幸せだと比較するのだと。比較する心はいつも足りないという感覚を生み出します。昇進しても次の役職、家を買ってももっと良い家と満足することがありません。仏教ではこの比較から生まれる足りないという感覚こそが苦しみの源だと教えています。満たされることのない欲は心を休める暇を与えないのです。あなたももっとという思いに振り回されて今この瞬間の喜びを見失っていませんか。名利は煩悩である。ここからお話しすることは多くの方にとって意外に感じるかもしれません。しかしこれこそが仏教が2500年以上にわたって伝えてきた核心です。仏教ではこの名利を煩悩と位置づけています。煩悩は私たちを苦しめるものです。名を得ればその評判を維持するための心配や緊張が生まれます。有名人が一つの失言で批判にさらされる様子を見れば明らかでしょう。利を得ればそれを失うことへの不安や管理する労力が生まれます。財産が増えるほど守るための心配も増えていくのです。鎌倉時代の僧明恵上人はこう言いました。名利の心は得れば得るほど渇きが増す。水を飲めば飲むほど渇きが増す塩水のようなものだと。あなたが追い求めているものは本当にあなたに安らぎをもたらすものでしょうか。それとも新たな悩みの種となるものでしょうか。失われる今ここの幸せ。名利を追い求める生き方の最大の問題は未来の幸せのために今の幸せを犠牲にしてしまうことです。
スマートフォンの画面を何時間も見つめながらもっといいねを集めようとする私たち。終電間際まで働いていつか手に入るかもしれない昇進のために今日の家族との団らんを諦める私たち。これは現代人の多くが陥っている生活パターンではないでしょうか。あの役職に就いたら幸せになれる、あれを手に入れたら満足できると幸せを常に未来に置いてしまいます。しかし明日来るかもしれない幸せのために確実に手にできる今日の幸せを見逃すのはとても惜しいことではないでしょうか。ブッダは過去にとらわれず未来を夢見るでもなく、ただ今この瞬間を生きる者こそ真の平安を得ると説きました。木々のざわめき、風の心地よさ、家族との団らん、今この瞬間にあふれている小さな幸せをあなたは見過ごしていませんか。最後に残る本当の財産。人生の終わりに近づいた時、多くの人が後悔するのは妙理を追い求めすぎたことだと言われています。先日私はあるお寺での講話会で90歳を超えたご長寿の方からこんな言葉を聞きました。若い頃は地位や財産に執着していました。でも今人生を振り返ると心に残っているのは家族との何気ない時間や友人との語らい、そして誰かの役に立てた喜びです。お金では買えないものが本当の宝だったのです。この方の穏やかな表情と落ち着いた声からは長い人生を経て得られた確かな知恵が感じられました。仏教では真の財産は妙理ではなく慈悲の心や感謝の気持ち、人とのつながりだと教えています。それらこそが最後まで私たちを支え心の安らぎをもたらすものなのです。あなたは今どんな財産を築いていますか。形あるものだけでなく目に見えない大切な財産にも目を向けてみてください。妙理から解放される道。ではどうすれば妙理の束縛から解放されるのでしょうか。それは気づきから始まります。自分が妙理に振り回されていることに気づくだけでもその力は弱まります。次に樽を知るという心を育てることです。これは諦めるということではなく今あるもので十分幸せになれると気づくことです。日々の中で今ここに意識を向ける習慣をつけると少しずつ変化が生まれます。朝の光、食事の味わい、誰かの笑顔、そういった小さな喜びに気づく時間を作ってみてください。親鸞上人は煩悩具足の凡夫という言葉を残しました。完璧な人間などいない。煩悩を抱えた普通の人間がそのままで救われるという思想です。完璧を目指さず煩悩を抱えた自分をそのまま受け入れる。そこから本当の安らぎが始まるのかもしれません。気づきの瞬間が訪れる。面白いことに多くの人が妙理の虚しさに気づくのは人生の危機や転換点においてです。病気になった時、大切な人を失った時、あるいは定年退職を迎えた時、そんな時に自分は何を追い求めてきたのだろうと立ち止まることがあります。しかしそのような危機を待たずとも今この瞬間から気づくことはできます。それが今日の話の最も大切なポイントです。ブッダは100年生きるよりも真実を見る一日を生きる方が価値があると説きました。今この瞬間からあなたの見方を変えることで残りの人生がより豊かなものになるかもしれません。それは決して遅すぎることはないのです。今日は承認と所有の罠について仏教の教えをもとにお話ししました。私たちが幸せだと思い込んでいる妙理、名誉と利益が実は煩悩であり、本当の安らぎからは遠ざけるものだということ。そして今ここの幸せに気づくことで
本当の満足が得られるということをお伝えしました。大切なのは全てを捨てることではなくバランスです。生活のために働き、社会の中で評価されることも必要です。しかしそれだけが人生の目的ではないことに気づくことが大切なのです。今日から少しずつで大丈夫です。今ここの幸せに目を向ける時間を作ってみてください。毎日10分でも周りの風景を味わったり、誰かに感謝の気持ちを伝えたりする時間を持つだけでも変化は始まります。このお話が少しでもあなたの心に響いたなら、ぜひコメント欄で感想を教えてください。またこのようなテーマに興味がある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回も皆さんの心に寄り添うお話をお届けします。ご視聴ありがとうございました。